でここのベースにトマトのうまみで、この液体の中にですね軽くトマトのうまみをこのソースに移します。このとろみです。これがイタリアらしいパスタ料理。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はミニトマトを使ったパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ニンニク、オレガノ、ミニトマト、塩、砂糖、オリーブオイルです。はい、それでは今日はトマトパスタシリーズということでミニトマトを使ったパスタを作ります。で今までですねトマトパスタっていろいろ作ってきたんですけど、今日はまた新たなテクニックですね。これから早速作っていきたいと思います。はい、まずはこのミニトマトをですね半割りにカットしてこの耐熱皿に並べていきます。今日使っていく楕円形のこのミニトマトはシシリアンルージュといって、イタリアへ行くとダッテリーニという名前がついています。加熱するとジューシーな甘みが増すのでパスタソースにとても向いています。あればシチリアンルージュがおすすめですが、なければ普通のミニトマトでやっても十分美味しく作れます。でこの並べたトマトにまずはまんべんなく塩で、今日の一番のポイントはお好みの砂糖です。でこれを少し、これもまんべんなくですね、トマトの上に砂糖で、今日この後オーブンとかトースターでじっくり加熱していくので、その加熱した時に砂糖がですねカラメル化してソースがですねうまみが詰まって美味しくなるので、この砂糖がポイントです。でそれプラスイタリアの香りを加えていきたいので、乾燥のオレガノ、これもまんべんなく。でこのオレガノの香りがですねザ・イタリア料理っていうですね、イタリアをちょっと意識する香りがしっかり出るので、この乾燥のものをトマトにかけてですね加熱していくとすごい香りが出るので、しっかりかけてあげるのがポイントです。でここからですね170度のオーブンでだいたい30分ぐらい入れていくんですけど、このレンジオーブンでやってもいいですし、パン焼くようなトースターでやっても大丈夫です。で加熱していきます。はい、それでは今30分ほど加熱していったところなんですけど、今回の、この加熱したポイントはセミドライトマトとかドライトマトにするっていう意味よりかは、もっと重要なのはこの焼いたことによってこの底に焦げがついてるじゃないですか。この焦げを茹で汁で伸ばしてブラウンソースを作るってことが大事なので、このしっかり下が焦げて当たってるってことが大事です。でこのトマトだけですね、ちょっと仕上げにまたパスタソースで使っていくので、ちょっとバットに避けておきます。でこの焦げついたところですね、ソースとして使っていきます。はい、それではまずパスタから茹でていきます。今日は早めに茹で上げてソースの中にしっかりととろみをつけていきたいので、ブロンズダイスのスパゲッティを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 15g の塩が入っています。でフライパンの中にですね潰したニンニクと、ここでオリーブオイルを傾けた時にニンニクが浸かるぐらいの量です。で加熱していきます。はい、それではですねニンニクがふつふつしてきたので、そしたら今日はそこまでニンニクの色はつけたくないので、ふつふつした状態で火を切って、この状態でちょっとこの上で余熱で火を入れる形にします。でこの間にさっきですねこのトマト避けといた耐熱皿、ここにですねトマトのうまみがたっぷりと詰まってます。でちょっと火にかけてですね、でここにパスタの茹で汁が入ります。で茹で汁を入れたら、この底をですねこそぎながらトマトのうまみを取っていくと、もう茹で汁がブラウンソースになるので、これがもう今日のですねうまみのポイントです。でこの底のうまみがですね茹で汁にしっかりと移ったら、今ですねニンニクが柔らかくなっているのでフォークで潰して、しっかりニンニクの香りをこのフライパンの中に入れていきます。なので基本のアーリオオリオペペロンチーノじゃないですけど、ニンニクの香りをですねしっかりと移して、でここのベースにこのトマトのうまみ
入ります。でこのベースをですね1回だけ沸かしていきます。で今日はですねパスタの仕上げをこのソースの中でしてとろみがついたようなパスタ料理にしていきたいから、ある程度のこの液体の量が入ります。でこの中に先ほどのトマト入れます。でこの液体の中にですね軽くトマトを潰すともう美味しいトマトソースです。でもこの潰し加減はですねちょっとトマト感残したい方はそのままで崩しながら食べても美味しいですし、お好みではあるんですけど、軽くトマトのうまみをこのソースに移します。はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。でパスタはですね今日14分茹でのスパゲッティ使ってるんですけど、あとですね2分ぐらいこのソースの中でコトコト炊きながらとろみをつけながら仕上げていきます。で今日ですね茹で汁を入れた時にいつもは2リッターに対して 1.5% ぐらいでかなりの塩が入ってるんですけど、その塩の量だとここで煮詰める今日作業が入るので本当にしょっぱくなっちゃうから、少なめの塩の量が今日はポイントです。でここでですね2分炊いていってじっくりじっくりこう詰めながら、このパスタのですねでんぷん質も溶かしてとろっとしたようなパスタソースにしていきます。はい、それでは2分経ってもう麺がですねちょうど茹で上がった状態なんですけど、このとろみです。これがイタリアらしいパスタ料理のとろみなので、こんぐらいしっかり麺に絡んだら一回煽って、はい、これでいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでミニトマトのスパゲッティ完成です。はい、それではいただきます。このとろみ加減はもうザ・イタリアのトマトパスタって感じですね。皆さんこれはですねもう単純に最高ですね。もうザ・イタリア料理というか、イタリアのもう全てを表したようなシンプルな料理になっていて、今日は麺の表面がザラザラしたブロンズダイスっていう、とろみがつきやすい太麺を使ってるから、そう感じているんですけど、最後に麺硬い状態から合わせることによってパスタのとろみをつけた、パスタソースになってるんですけど、これかなり濃厚なのでこの太麺がすごく合うようなパスタ料理になってます。で今日の料理はオーブン使うのかっていう感じだとは思うんですけど、実際イタリアの星付きレストランでやられている技法でもあるので、是非やってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタ料理なんですけど、イタリアを感じる最高のシンプルなパスタ料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。